こんにちは。ゆきのすけ工房のゆきです。今日はこちら、コードホルダーの編み方をご紹介したいと思います。余ったソックヤーンで編めるので、ぜひ編んでみてください。作りはこんな感じになってて、ここが輪っかになっているので、ここにコードを通して、で、ちょっとくるくる巻いて、で、これをこう閉じるという使い方です。こういう風に留めたり、あとちょっと長めに作って、ぐっと結ぶみたいなこともできます。これはちょっと長いんですけど、こう2周して留めることができます。結構ホールド感が強いです。本当に余った毛糸で、ちょっとで作れるので、皆さんぜひ編んでみてください。それでは編み方いきます。使うのはソックヤーンの余り糸。または中細くらいの糸と、4本のかぎ針と、ハサミ、とじ針、それからスナップボタンになります。今回私はこういう器具で締めるタイプのスナップボタンを採用しますが、縫い付けるタイプでも大丈夫です。ただこっちの方がクオリティが高くなるかなとは思います。それでは本当に簡単なので、早速編んでいきたいと思います。端がないな。ではまず鎖編みを編みます。鎖編みによってこのホルダーの長さが変わります。お好きな長さにしていただければいいんですけど、この輪っかの部分だけ折り返すことになるので、それを計算して編んでください。とりあえず私は28目くらいでいこうかなと思います。確かこのサイズがそれぐらいだったような気がします。ノットを作って鎖編みを28目編んでいきます。チャプターをつけておくので、基本的な編み方がわかる人はそちらからジャンプしてください。ゆっくり解説しながら進めたいと思います。だいたい折り返して、こんな感じかなって思います。この後細編みを編んでいくんですけど、ちょっと長くなると思います。では次いきます。
1段目です。立ち上がりの鎖編み、針から数えて2つ目の鎖編みに細編みを編んでいきます。この裏山を取っていってもいいですし、この鎖の上の半目に入れても大丈夫ですが、今回は裏山に編み入れていこうと思います。こちらの方が仕上がりが綺麗かなという気はします。ちょっと大変なんですけど、細編みを27目編みました。最後の1目残っている状況です。最後の1目には細編みを3目編みます。まず今まで通り裏山に細編みを編みます。はい、ここですね。で、この糸端を右側に持ってきて、同じところに針を入れてこの糸端を巻き込みながら、こんな感じです。巻き込みながらもう1個細編みを編みます。くるっと編み地を返して、また同じところに針を入れて、この糸端を巻き込みながら細編みを編みます。あ、すみません。使うものにマーカーを入れなかったんですけど、マーカーがあるとこの後やりやすいです。今編んだこの細編みにマーカーを刺しておきます。では端っこまで。今度は反対側に細編みを編みつけていきます。裏山を取っていたので編むところは簡単で、この鎖の目のようなところに1個ずつ編んでいきます。編みながら糸端はくるんでいこうと思います。では次はここですね。糸端をくるみながら細編み、糸端をくるみながら細編み、編んでいきます。
これだけ来るんであれば大丈夫だと思うので、もう次からは糸端をくるまずにやっていきます。最後まで編んできました。1段目これで完了です。では2段目に入ります。鎖1目で立ち上がり、裏返します。はい。このマカーがついているところまで、マカーがついている目の1目前まで普通に細編みを編み入れていきます。ここからですね。編んできました。で、このマカーがついている目から3目は増し目をします。ちょっと邪魔なのでここでマカーを取ります。細編み1目の中に2目細編みを編みます。隣も同じです。ちょっと丸まってて分かりにくいんですけど、ここですね。裏から見るとこれが目なので、ここです。最後ここですね。はい、そうするとここがこう丸くなります。では反対側も端っこまで細編みを編んでいきます。
こんな感じです。では3段目いきます。丸まってて編みにくいですが、立ち上がりの鎖を1目編んで編み地を返します。あ、マーカーを付け忘れましたね。今回は28目で作り目しているので、27回細編みを編んでいきます。マーカーついてたらマーカーの手前までになるので分かりやすいんですけど、私のようにマーカーを忘れてしまった人はですね、前の段で示されている目の手前までになります。ここが多分同じ目に2目入ってるかな。そうですね。同じ目に2目入っているところを見つけるか。作り目引く1目のはずです。ここまで来たら、今度は細編み増し目細編み増し目細編み増し目と編んでいきます。細編みを1回、次の目には増し目です。同じ目にもう1個、細編み増し目です。細編み増し目です。はい、こんな感じです。では最後端っこまで編んでいきます。細編みを1目につき1つ編んでいきます。編んできました。そしたら最後また編み地を90度回転させて、ここにですね、細編みを編んでいきます。今細編みを編んだところにもう1個細編みを編み、
適当なんですけど、なんか針が刺さるところがあるので、なんて言ったらいいんですかね。真ん中に3目目、この辺りに4目目、1目目を編んだところにもう1目編みます。だいたい5目ぐらい。この辺に対して編んで1目目に引き抜き編みをして編み地は完了になります。最後縫い付けるので糸を長めに残して切っておきます。はい、こんな感じです。ちょっとうねうねしているのでスチームを当てたりするとちょっとやりやすいかなと思います。私はこのまま行かせてもらいます。基本的には裏表はあまりないんですけど、この後の説明を分かりやすくするために糸端がついている方を裏とします。ではスナップボタンをつけていきます。スナップボタンがこちらです。まずはこの楕円の方につけていきます。どっちでもいいんですけどね。楕円の方にはスナップボタンの O の部分をつけていこうかなと思います。つける向きとしては、キャップが編み地の表側、スナップの部分は編み地の裏になるようにつけていきます。はい、なので表側がこれ、場所はどこでもいいんですけど、おすすめは作り目をした時に端っこが穴が開いていると思うんですね。これをそのままスナップボタンのに使っちゃうのが私は楽で悩まずにできるので好きです。こんな感じです。どっちだっけ？へこんでる方なのでこっちですね。こっち。正直これはお手持ちのスナップボタンによると思うので確認していただきたいですが、私が買ったスナップボタンについては概要欄に載せておきます。楽天で買いました。こうなればいいんで。あとはかしめます。はい、ちょっと一回外してこの黒いお皿のところにキャップを置いて、ちょっと動画だとやりにくいな。すいません、うまくいくかな。セットできました。これでグッてやるとこのキャップのとんがっているところが潰れて閉められるらしいです。綺麗にできなかった。
まあいいでしょう。略がこうなってきて、こうなるので裏側がこのキャップですね。でまたこれもいい感じの隙間にクスッと刺します。今度は凸のパーツ、こうなりますね。このままプレスするやつにセットして締めます。よいしょ。これ説明見たんですけど、やりすぎも良くないし締めなすぎも良くないって書いてあって、めっちゃむずいやんっていう感じですね。はい、一応閉まるか確認します。できました。はいで最後ここですね。折り曲げて縫い合わせていきます。ここはコードが通るギリギリぐらいがいいと思います。タイプ C の頭とかね、大きすぎるとすぐ外れちゃうし、小さすぎると頑張って通さなきゃいけなくなるので、程よくお手持ちのコードで確認しながら決めてください。針に糸端を通して縫い付けていきます。でまず端っこは頑丈にしたいので、ここを巻きかがりします。2目分ぐらいですかね。ここを何回かぐるぐる巻いていきます。ちょっと意味わかんないところに刺しちゃってます。まあいいか。はい、これで終わりです。次、ここは最後の細編みを見ながら適当に返し縫いをしていきます。ちょっと私裁縫ができないのであれなんですけど、とにかく縫い合わせていきます。これ返し縫いじゃないかも。もしかしたら違うかも。なんかこういう感じでほとんど距離がないので、なんか裏側目立たないとは思うんですけど、気になる方はなんか綺麗なステッチになるようにするといいと思います。端っこまで来たので、またここは巻きかがりしていきます。
できたら裏側で処理をします。最初の糸端も切っちゃいます。はい、これで完成です。こんな感じでまとめられます。ちょっとすみません。仕上げがかなり汚くなっちゃったんですけど、引き抜き編みした方が綺麗だったかもしれないですね。でもそうするとスナップをつけるとき大変なんですよね。はい、ちょっとあれですが、今日はコードホルダーの編み方でした。いろんなデバイスに囲まれていると、こういう充電のコードが大量に出てきたりすると思うので、ぜひ余った糸で編んでみてください。プレゼントとかにしても喜ばれるんじゃないかなと思います。はい、あ、そういえば今回はオパールケイトの気仙沼水族館の亀で編みました。こっちはイトリコさんのソックヤーンです。かわいい。はい、ではコードホルダーいっぱい編むよとか、困ってたんだよねっていう方いらっしゃれば、ぜひグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。